フィギエモンです。今日は羽生結弦選手と伊藤みどりさん、天才フィギュアスケート選手の共通点と相違点というテーマでお話ししていこうと思います。なんでね、この話をしようかなと思ったかっていうと、私もともとね、伊藤みどりさんの大ファンなんですよね。マツコ・デラックスさんも言っていましたけれども、伊藤みどりさんは伊藤みどりであることがフィギュアスケート界で素晴らしい選手だったっていうような本物の天才スケーターなんです。当時フィギュアスケートといえばカタリーナ・ビットさんがとても有名で、女子選手はジャンプなど技術というよりは見た目の美しさで点数が出ていたような時代でした。その時代に芸術一筋のスポーツから技術と融合のスポーツへと時代を動かした伊藤みどりさん。そして約30年後の今、羽生選手が技術と芸術を見事に融合させたというような時代になっていると私は思ってるんですよね。そんな天才の2人なんですけれども、2人とも100年に一度の逸材だということは間違いないと思います。同じぐらい稀有な才能を持った2人なんですけれども、共通点と相違点があるのではないかと思いついてこの動画を撮ることにしました。この動画を最後まで見ると、羽生結弦選手がフィギュアスケート界にどうして今の姿でいるのかがわかるようになっています。こんな感じで、このチャンネルでは羽生結弦選手やフィギュアスケートに関する話題の動画を中心に作っています。フィギュアスケートが好きという方や、羽生結弦選手が好きという方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そして、最後まで楽しんでいただけたらと思います。さて、羽生結弦選手といえば美しい衣装でとても有名ですよね。ですが、どうしてあのような衣装を身につけているのでしょうか。それは日本でフィギュアスケートといえば女子というイメージが強かったからだと私は思っています。フィギュアスケートで一番最初に有名になったのは渡辺恵美さんではないでしょうか。渡辺恵美さんは1970年代に活躍したスケーターで、1979年世界選手権第3位と日本人選手初めてのメダルを獲得した選手です。ここから日本でにわかにフィギュアスケートブームが起こりました。そしてその次に出現したのが天才スケーターの伊藤みどりさんです。つまり日本のフィギュアスケートというのは女子だというイメージがここでついてしまったんだと思います。この影響は羽生選手にも当然及ぼしていると考えられます。羽生選手の幼少期、10歳の頃は2005年です。この頃、おそらく羽生選手のフィギュアスケートへのイメージが強くついていると考えても過言ではないでしょう。自分自身がノービスで活躍し始めた頃のことですからね。2005年の世界選手権を振り返ってみると、日本の男子選手の一番上位の選手が高橋大輔選手で15位でした。高橋大輔選手がまだまだ成果が出せてないという時代です。一方、女子はというと、5位が村主章恵選手、6位が安藤美希選手、9位が荒川静香選手と、1桁台に3枠全選手が入っているという活躍です。そうなんです。女子は3枠この時代からあったんです。だから、羽生選手はフィギュアスケートイコール女子という思考になっていたんではないかと考えます。そうなると、羽生選手の衣装があのようにきらびやかなのも納得ができるんですよね。フィギュアスケートイコール女子イコールきらびやかな衣装。自分は男子だけど女子というところが抜けただけというふうに考えることができるのではないでしょうか。好みの問題もあるでしょうけれども、羽生選手があのようなきらびやかな衣装を好んで着ているのは日本の歴史によるものが大きかったのではないかと思うんですよね。つまり伊藤みどりさんがいなければ羽生選手はあのような衣装を好んで身につけていなかったかもしれないという憶測が成り立つのではないかと思います。ということで、羽生結弦選手と伊藤みどりさん一つ目の共通点が衣装です。
伊藤みどりさんはフィギュアスケート女子選手として至って普通の衣装を身につけていたと思います。ただフィギュアスケートらしさというイメージをつけたということで共通点として考えました。次の共通点がジャンプです。羽生結弦選手がここまで上位で居続けられているのは素晴らしいジャンプの技術を持っているからということが一番最初に挙げられるでしょうね。他に素晴らしいことがありすぎて忘れてしまいがちですが、ここがあってこそのフィギュアスケート競技で勝ち続けることができるという理由です。伊藤みどりさんは今までお話ししてきたことからもわかるように、ジャンプを極めたフィギュアスケート人生だったと思います。誰もが知っていることですが、女子選手で初めてトリプルアクセルを成功させたレジェンドです。羽生選手は伊藤みどりさんが活躍した時代を知らないとは思いますが、伊藤みどりさんが残したフィギュアスケート界の流れは確実に影響を受けていると思うんですよね。だから日本はジャンプが強いというのがあったと思います。そして難易度の高いジャンプが飛べる日本人選手が多かった。そうなると目にする機会が多くなるので、おのずとジャンプはないとフィギュアスケートじゃないっていう意識が頭に入っていたのではないかと思います。指導者の目も超えていくし、指導力も上がるというものです。そうして羽生結弦というレジェンドが生まれたと思うと、それまでのフィギュアスケート界にも本当にね、感謝するような気持ちが湧いてきますよね。そして3つ目の共通点が性格です。伊藤みどりさんのウィキペディアを読んでいたらこんな文章が出てきました。性格は新しいもの好きで負けず嫌い。そのため反復練習が嫌いであった。新しいもの好きで負けず嫌いっていうのを読んで、羽生選手の根本的なところと似てるなって思ったんですよね。あなたはどうでしょうか？2人とも誰もやったことがないジャンプを成功させようと熱中していますし、負けず嫌いっていうのは普通その辺にいる人よりもすごいと思います。羽生選手は今でも4回転アクセルを挑戦し続けているでしょうし、伊藤みどりさんは引退後30歳までトリプルアクセルを飛んでいたとご自身で語っていました。すごいですよね。さすがレジェンドだと思います。10代の若い選手が今やっとトリプルアクセルが飛べる選手が多くなってきたっていうくらいなのに、引退後にトリプルアクセルが飛べていたなんて本当にすごすぎて言葉がないです。羽生選手も引退後そんな感じになるかもしれませんよね。40歳まで4回転トーループが飛べたとか、そんな話題が入ってくるかもしれないですね。そして次に2人の相違点について考えてみます。1つ目に考えられるのがオールマイティーさです。羽生選手は自身でも言葉にしている通り、プログラムをパーフェクトパッケージにすることが目標だとよく語っています。つまり、羽生選手はどのエレメンツも素晴らしく滑ることができるオールラウンダータイプの選手です。一方、伊藤みどりさんはとにかくジャンプを極めたスケート人生で日本ではあんまりいない自分の得意なところをとことん伸ばしてメダルを取るというスタイルです。この時代の日本人はスポーツ選手であっても苦手なところをなくしていくオールマイティーな選手が多かったように思います。伊藤みどりさんは芸術点があまり上がらないタイプの選手でしたが、自分の得意なジャンプの技術に集中して伸ばしていきました。時代的にそれでも金メダルが狙えた時代だったということもありますが、芸術点は明らかに技術点に比べて低く、羽生選手のようにオールラウンダーとは呼べない選手だったんですよね。そして2つ目の違いはジャンプの飛び方です。羽生選手はお手本となるようなジャンプのフォームです。スローモーションにしても写真のどこを切り取っても美しい姿勢でジャンプを飛んでいます。形容するなら美しい飛び方です。一方、伊藤みどりさんのジャンプの飛び方は独特で、ジャンプ中のフリーレッグを膝上の高い位置で巻き足にしていました。この飛び方は軸が太くなり、誰もがこの飛び方で飛べるというフォームではありません。おそらく伊藤みどりさんは自分の体に合わせてもともとジャンプが飛べる天才型だったんだと思われます。だからこんな違いがあるんですよね。
形容するならジェット機のような飛び方ではないでしょうか。海外で津波ガール、台風ガールと名付けられたっていうのもうなずけますよね。3つ目の違いはプレッシャーの強さです。このプレッシャーの強さがどこでわかるかっていうと、フィギュアスケートの場合はズバリオリンピックではないでしょうか。伊藤みどりさんは初出場のカルガリーオリンピックで素晴らしい演技をしたのですが、当時のフィギュアスケートの流れや試合方式から優勝することができませんでした。羽生選手の初出場のオリンピックと比べると、伊藤みどりさんの方が自分の力が出せたのではないかと思います。ただ、結果は羽生選手は金メダルだったという違いがあります。2人のプレッシャーが一番かかってたと思われるのは初出場ではなく、2回目のオリンピックです。伊藤みどりさんはこの時世界選手権で金メダルも獲得していたということもあって、金メダルへのプレッシャーが相当高い状態で2度目の1992年アルベールビルオリンピックに挑みました。羽生選手は相当高い人気を得ていて、しかも2回連続の金メダルを自分も周りも取ってほしいというプレッシャーがやはり相当高い状態で2度目の2018年ピョンチャンオリンピックに挑むことになりました。この結果からわかるお二人のプレッシャーに対する強さが違うなっていうふうに思うんですよね。伊藤みどりさんは自分の力を出し尽くすまではできなかったため銀メダルという結果でした。伊藤みどりさんの銀メダルはフィギュアスケート界に大きな影響を与えたという話はよく聞く話です。野辺山合宿ができたのは伊藤みどりさんが銀メダルになったからということだそうです。その野辺山合宿に参加経験のある羽生選手は、ここでメンタルの鍛え方も習ったのかもしれませんよね。結果的に違いがある2人ではありますが、天才フィギュアスケーターであることは変わりありません。伊藤みどりさんがいたからこそ羽生結弦という素晴らしい選手が生まれたことは間違いないと私は思っています。まとめると、羽生結弦選手と伊藤みどりさんの3つの共通点は、1、衣装、2、ジャンプ、3、性格。3つの相違点は、1、オールマイティーさ、2、ジャンプの飛び方、3、プレッシャーの強さ。いかがだったでしょうか？楽しんでいただけましたでしょうか？フィギエモンが考える2人の共通点と相違点でした。またお話ししたい話題が出てきましたら動画をアップしようと思いますので、チャンネル登録をしていただけたら嬉しいです。では最後にプーさんジャージ脱ぎをして終わりにしたいと思います。フィギエモンでした。さようなら。